にちは、ママちゃまです。今日はご視聴者さんから瓶詰め作りをする際に使用するこちらの蓋を穴を開けずに開ける方法はないんでしょうかというご質問をいただきましたので、そちらにお答えしていきます。ご質問いただきありがとうございます。穴を開けずに開ける方法あります。アメリカではこのような専用のオープナーというものがあるんですけれども、こちらだともちろん穴を開けずに簡単に開けることができます。しかしこのようなものを持っていなくてもですね、ご家庭にあるもので簡単に蓋を開けることができますので、ご安心ください。しかも一つだけじゃないですよ。いくつもあります。それを今日はご紹介します。早速そのやり方をお見せしたいところなんですが、その前に確認の意味も含めて大切なことを一つお伝えさせてください。こちらの蓋は例えば乾物などですね、こちら今昆布が入ってますけど、このような乾物などを入れた瓶の蓋として再利用するのは何度でもできます。しかし沸騰水方式や圧力方式で処理した瓶詰めに使ったこちらの蓋、これはですね、また再度瓶詰め作りに使用するということはお勧めしません。というのもですね、こちらの蓋が入っていたパッケージには1回限りの使用というふうに書かれています。そしてネットでも調べてみました。そうしたところ、この蓋一度しか使えないように設計されているそうです。なので一度加熱して密閉してしまうと、その後蓋を開けてその蓋を再度瓶詰め作りに利用した場合、その食品の安全性や鮮度は保証されないということです。こちらにですね、昨日、これと同じトマトの瓶詰めをした蓋と、ピクルスの蓋を開けたんです。で、こちらの内側をね、ご覧になっていただくと、一見ダメージ全然なさそうに見えるんですよ。ちょっとアップにしますね。すごく綺麗だし、全く問題なさそうに見えますよね。でもこの蓋をですね、また瓶詰め作りの際に再利用すると失敗する可能性が高くなるそうです。瓶詰め作りは手間がかかりますから、やはり失敗はしたくないですよね。なので私は毎回新しい蓋を使用するようにしています。しかし今お見せしたこちらの使用済みの蓋ですね、これをこの乾物とかを入れた瓶の蓋として再利用することはもちろんできます。ですからやはりこの蓋は傷つけずに開けたいですよね。では早速そのやり方をご紹介します。今からご紹介するやり方はアメリカで瓶詰め作りをされている YouTuber さんたちが教えてくださったものです。ではまず1つ目の道具、バターナイフ、ディナーナイフとも言いますね。こちらを使って開けていきます。こちらナイフですけれども、上の部分の平らの部分でもこの丸みのある方、こちらでもどちらでも大丈夫なんですが、私は個人的にこのまっすぐなところが使いやすいような気がしています。で、これをどういうふうにするかというとですね、この瓶のスクリューバンドを留めていたこの溝があるんですが、これをね、上の方をずーっと見ていくと、ちょっとわかりますかね、一番細くなってる部分があるんですよ。ここの部分にこの蓋とこの溝の一番細いところにこれをですね、差し込むっていうか、こう当てがいます。ね、当てが。で、これをですね、蓋に空気が入るように、ちょっとこう、ねじるっていうか、押し上げるっていうのかな。そういう風にすると簡単に開くんですよ。で、ちょっとこれ斜めの角度でちょっとやりにくいんですけど、やってみます。これでも開くかな。これをちょっとひねるんですね。あ、ちょっとやりにくいですね、やっぱり。ちょっと待ってください。一番溝のところに当てて、それでこれをふっとねじると。聞こえました？今プシュって言ってもう開いたんですよ。ね、簡単でしょ？真上からもご覧になっていただきますね。まずこの溝ですね、蓋と溝の一番細くなっているところにこのナイフを
あてがいます。溝の中にあてがって、そしてこれを押し上げるようにちょっと感じますから、負担に当たってるなと。それを斜め上というかちょっとねじるように開けます。はい、開けました。そして今当てたとこですよね。特にね傷もついてないんですよ。ね、綺麗ですよね。こんな感じで綺麗に開けることができます。続いての道具はこのようなスプーンですね。大きいのでも小さいのでも大丈夫だと思うんですが、私は大きい方がやりやすいかなというふうに思います。今日は両方やってみようと思います。まず小さい方から。やり方はさっきのナイフと全く同じです。要するにこの一番細いところにあてがってひねり上げるっていうんですか、差し込んでひねり上げる。ちょっとやってみますね。この一番細いところにあてがって、そしてひねり上げると。音はする。開きましたね、開きました。はい。でちょっとね何回かガチャガチャやると、今ねちょっとガチャガチャやっちゃったでしょ。そうするとここがねちょっとこう少しなったりしますね。でもこれまだ使えますよ。大丈夫です。では大きいスプーンでやってみます。一番細いところに差し込んで蓋を感じたら押し上げると。はい、開けました簡単ですよねすごい簡単。はい、次に使う道具はこちら、スクリューバンドです。この蓋とね一緒にいつも使っているスクリューバンド、これでも開けることができるんですよ。これも全くやり方は一緒です。この一番細くなっているところに溝にこれを差し込んで、そして斜めにひねりながら押し上げるっていう感じですかね。あれちょっと開かないですね。おかしいな。はい、開きましたこうね、なんていうのかな、ちょっとこうクーッとやるっていう感じかな。そういう感じで開けられます。最後にご紹介する道具はこちら、栓抜きですよね。こういう。でこれこのまま使うと穴が開いちゃうじゃないですか。ただあるものを使うと穴を開けずに開けることができます。それはじゃじゃーん、コインです。コインをこの蓋の上に乗せて、でこの場合は溝がどことか関係ないですね。関係なくこう差し込んで、この尖った部分をコインの風に当てて、そして普通に開けるようにやると、ほら簡単に開くんですよ。しかもね本当に全然傷もつかなくて、多分ねこの方法が一番簡単簡単だと思います。私これを知った時に感動しました。いろいろな道具を使って蓋を簡単に開けられるやり方をご覧になっていただきました。最初の方にご覧になっていただいたバターナイフやスプーンやスクリューバンドを使ってやるやり方、あれはですねちょっとコツが必要なんですね。なのでコツをつかむまでちょっと大変かもしれません。ただコツをつかんでしまえば非常に簡単に開けることができます。で私の中での一番のおすすめはこの最後にご紹介した栓抜きとコインを使って開けるやり方です。これはもう失敗知らず、誰でも1回目から大成功ですいろいろなやり方がありますが、今日の私の動画が参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。